クリズモ。新たな領地拡張のために資材を節約しつつ防衛の問題箇所の改修工事に勤しんだ私レイム。そして精鋭の兵舎の建設をしたいがミスト燃料不足。では燃料を手に入れるためいざ領地拡張だー。でやってまいりました箱根関所前。すぐ隣が世界の端っこ。ここを壁でビャーっと区切って、防衛拠点にするぞ。こんな感じで丘と岩を繋げば、馬は侵入できないはず。それなりに守りやすい場所かな？さあこれで大丈夫。じゃあ、防衛ザルじゃねえか。これは下あり。これは壁を下に伸ばして、馬を封鎖する感じにするのがいいかな？左脇、右は丘で一応封鎖ができそうだ。先輩、石の在庫もらってきまーす。好きなだけ持ってけ。溜め込んだ石材タワー、回帰イン。そんでサクッと L 字に壁を建設。裏側に木が生えてるから壁に厚みがないが、まあ一応できそうだな。では向こうに行けないかイリスちゃんたちに移動指示を出して確認。ってのら肝虫きたー。アイコンは赤表示、壁建設は成功、戦う前にできて助かったぜ。もう、建設途中で来ないでよ。上に登る階段作るのめんどいんだよ。撃退を壊すの前提なのに地味にめんどい階段をつ。さあ私を疲弊させたその罪、その血であがなってだー。気泡、肝虫が面外を迂回して壁を回避。こっちはそこ通れないのにそっちだけ通れるとかずるはやめなさい。こうなったらこっちにさらに壁延長じゃー。脳筋ゴリ押し作戦。よし、急ごしらえだけど足場も作ったし、これくらい作れば波だって乗り切れるはず。だな。などと調子こいてたら今夜の予報がこれですよ。画面迂回からの箱根関所ダイレクトアタックに、今作った壁への進路もあり。さらに画面外からとどめの熱海城攻め。ここだけで戦力3分割は辛いな。さらに薄い関所も狙われてる。今回作った壁、こりゃ完全にやってもうただな。迎撃できないこともないだろうけど、これが今後も続くと考えると完全に失敗だ。いわゆるやってもうたである。せっかくここまで作ったけど仕方がない。撤収、撤収。マウスをひたすら連打だ。突き指に気をつけろ。あいよ。ブロックタワー先輩、建築ミスったので預かってー。おう、仕事のミスは Y がフォローしたる。安心せえ。頼れる先輩がいて助かったぜ。オラ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 ー。ただいまスタンドを使用して撤去作業を行っております。非常に危険ですので従業員は退避をお願いします。はい、リスちゃんたちも箱根関所まで撤退完了。これで今夜の波はいつも通り箱根関所で戦えるかな？連打しすぎで指つりそう。今日の波の発生箇所は2箇所だけだし、その分馬がたくさん湧くかもしれない。念のため箱根関所の足場を増やしときましょ。皆の者、配置急げー。攻撃を受けています。もしかしたらあれじゃないか？さっき画面外を迂回してった野良の肝虫。あの場所に壁作ると今後波がこっちに来る可能性があるね。馬たちがやってきます。今回の波もルートには入ってたから油断はできないぜ。念のため少し兵を置いとかなきゃ。肝牛が来たぞー。攻撃開始。まずは予定通り薄い関所に波が来たな。防衛準備は万端、かかってこやー。おお、結構エグい数来とる。でもこれだけ来てるってことは、熱海城に向かう予定だった馬はこっちに来てそうだな。熱海城に配置した兵が無駄になっちゃったけど、変に攻められるよりかは楽に倒せるかな？熱海城の安全を確認。頑張って連打して壁壊した甲斐があったよ。危うく防衛体制が崩れかかったが、失敗は回避した。何も恐れることはない。肝虫どもを殲滅しろー。多少数が増えてきてるが、これくらいならまだまだ楽勝だぜ。これにて第33の波勝利、勝ち時を上げよ。かーったどー。壁の被害も少ない、解消だぜ。さあ昨日の失敗を踏まえて再度箱根関所前を開発だー。奥側を完全に封鎖すると画面外から攻めてくる。これをどうにかして回避するぞ。ほいな。視界確保のためエリスちゃん現場監督よろしく。かしこまりました。さすが33連勤、一月以上働き続ける社畜、面構えが違うぜ。今回は関所前をちょっとだけ飛び出す感じで壁を建設。ミスト燃料確保のための最小限構成って感じか。今作ったところの隣がミストが出てるところなので、ここに岩場があるので壁で封鎖。で塞いだところに繋ぐように壁をずらーっと伸ばして、これでミスト燃料確保。岩焼きが多くて工事しにくいぜ。できるもんなら木を即時伐採したいよ。結果木が邪魔で壁が綺麗に作れないけどこれで我慢。大自然には逆らえんのじゃ。こんな感じになりそうろー。今回はかなり大規模な工事になっております。で一番奥側を最高の硬さにして高さを合わせ、兵士たちの足場がガタガタにならないように調整。へ
兵士の命を守る場所、なるべく固くしとかないとな。火力を上げるための旗や火矢も設置したいので、木の足場を登録してほいほいほい。高いところに合わせてコピー元を作り、貼り付ける前に低い位置に足場を作って調整するのがコツだ。はい、仕上げ作業入るよー。現場監督視界の確保よろ。かなりでかい建造物になってきたな。では荘厳の旗と地獄の矢を設置と、正面に立つ兵がちゃんと効果範囲に入るようにみっちり配備。こんな感じになりそうろー。これで新箱根関所完成だな。なんか見た目雑だしもうちょっといじりたい気分。さいですか。この辺なんかは壁はあるけど足場がなくて兵が立てないし、防御水判定で攻められそうだからトゲトゲ置いとこ。そうだ、見た目のしょぼさを解消するために窓を使ってみましょ。ドケチ生活で貯めていたポイントついに使う気になったか。まあ波の撃退も割と余裕だし少しくらい平気でしょ。だが後にレイムは語る、マーロンにしときゃよかったと。そうなの？では早速窓をビャーっと牽制越。一応後ろに配置したユニットの射程に、ブースト補正がかかるらしいぜ。窓の高さはブロックの高さと判定されるので、もうちょっと壁低くても最高高度にできたね。足場作り直すのめんどいからやらんけど。おい。でかさも相まって少し立派な建物に見えてきた？疑問系かよ。窓は壁の途中とかにある方がおしゃれかもな。地方、壁の一番前が射程範囲にほぼ入らず、一番守りたいところ守れてねえじゃねえか。地形に合わせて作ったつもりがこんな落とし穴が。左角の部分防衛力がなさすぎだこや。仕方ない、少し出っ張り作って射程を確保だー。無理くり射程を確保だぜ。ここにバリスタ兵を配置して横から投げ払う感じにしましょ。おっとちょうどお試しにおあつらい向きな野良肝虫が来たぜ。ってお前らそんなところ攻めるん？よく見ると壁と木の間に隙間があるな。これは下り。危ない危ない、波が来る前に気づけてよかったよ。ここはサクッと石ねじ込んで処理しちまおう。もうすぐ夜が来ます。さあ新箱根関所の初お披露目だ。その力を見せつけろー。って今夜荒井関所オンリーやないかーい。今夜は荒井関所一点集中攻撃か、こちらも兵を集結しないとだな。改めて荒井関所も射程確認してみたけど、ここも結構当たる範囲がざるだねー。これだけ兵がいれば誰かの射程にはハイラーの精神。旧兵の攻撃範囲意外と狭い。こら集結中に他の場所攻撃するのやめー。これがあるから全員集結ができねえんだよな。皆の者を、配置急げー。今日は一点集中だ。大量の馬が来るぞ。気を引き締めよ。馬たちがやってきます。時間制限いっぱい、ギリ配置間に合ったぜ。撃て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 ー。壁に肝虫どもを寄せつけるなー。移動速度が遅くて波の後半に出てくる、デカ肝虫も序盤から攻撃に参加してるぞ。一点集中の波とはいえこれはなかなか。一面デカ肝虫で埋まっておる。おっと白肝虫も大量に湧いてきた。白以外にも通常肝虫も結構いるぞ。バリスタ、投げ払えー。自爆するやつも混ざってるな。で肝虫の追加が来たぞー。さらに奥から自爆肝虫が大量に、ここが正面場だ。手を休めるな。攻撃を続けろー。目をつぶっていても当たるぞ。こら夜勤の最中に寝るなー。おっと追加でキモタウロスも来たぞ。これはえげつない物量と言わざるを得ない。でも意外と壁の被害とか出てない感じだぜ。よし第34の波、乗り切ったどう？物量すごかったが楽勝だぜ。壁の被害は5列程度かな？屍るいるい。やったね今夜は焼肉だね。皆の者よく頑張った。褒美に好きなだけ肉をやろう。何の肉かは公然の秘密。新箱根関所の防衛力はまだ未知数だけど、目的だったミスト燃料の採取を開始。で労働力が減ったので、家を、建てまし。そろそろろ過期付きの家を建てれるスペースが減ってきたぜ。それならこちらの自立型ポンプを導入しましょ。2ポイントのリーズナブルな商品。こちらの装置、既存のろ過機の隣につけるだけで住民コスト2がなんとゼロに。これ建てまくれば労働力が一気に増やせるぜ。設置も見越して設計してるので配置場所もバッチリ。もっとたくさんの支えが必要です。ダメじゃねえか。設計ミスったー。うるせえさっさと直せ。糸かなし。泣きながら石製に作り直しました。まだまだいっぱいあるんだからちゃっちゃか働け。かなり適当に建設を行っていたので、一軒一軒見回るのマジでしんどい。白麗建設はアフターフォローもバッチリ、やる気のない職人が文句言いながらしっかり修繕いたします。そういえば螺旋階段もアンロックしてたんだった。これを使えばコンパクトなモデルも作れるや。新しいテンプレートが誕生した。
で自立型ポンプをせっせと設置してたらもう夕方。今夜も一点集中攻撃、場所は薄い関所だぜ。薄いは隣の壁にも沼が流れることがあるから、少し塀を置いときましょ。だな。新箱根関所で出っ張りを作った経験を活かし、薄い関所にも出っ張りを建設。おおこれは見た目も機能も良さそうだぜ。自立型ポンプが稼働し住民の確保が完了。やっと精鋭の弊社の建設開始だー。明日の波には精鋭たちが仲間入りできそうだ。さあ今夜も一点集中型の大きな波が来るぞ。覚悟を決めろ。攻撃開始。めっちゃ肝を知っとる。序盤から飛ばしてやがるぜ。真下に群がる肝虫どもに、矢をくれてやれー。新たに作った出っ張りもいい感じに機能してそうで何より。やっはー、敵を寄せつけるなー。撃ちまくれー。敵が群がる前に倒すんだ。そうすれば壁を傷つけられずに済む。圧倒的火力で常に狩り続けるのだ。さすれば敵が接敵する前に倒せるぞ。なかなかいいペースで処理できてるぜ。おっとやはり隣の壁にも少し来てたか。白いのも混じってるし野良ではなさそうだ。念のため今のうちに修理しとこっと。ビビリ。用心深いと言いたまえ。最後はデカキモムシラッシュか。これを乗り切れば勝利は目前。攻撃を続けろー。デカキモムシはまだ色が白くないけど、これが進化して白くなったら HP 高そうで怖いな。まあその時には新たな精鋭たちがきっとなんとかしてくれるよ。お、これにて第35の波勝利。結構楽勝だったな。壁の被害も軽微、圧勝でありまーす。では波が終わり溜まったポイントで軍事力アップし、完成した精鋭の兵舎で訓練を始めつつ今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。更新速度がちょびっと速くなります。紆余曲折しつつなんとか精鋭の兵舎を建設できたレイム。次は新たに建設した箱根関所のデビュー戦と精鋭の導入だ。続きが気になる方はお見逃しのないよう、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。